新聞を広げてみて、次のような三面記事が出ていない日はほとんどあるまい。水曜日から木曜日にかけての進行。何がし町40番地所在の家屋に住む者は、連続的に2発放たれた銃声に夢を破られた。銃声の聞こえたのは何がし氏の部屋だった。ドアを開けてみると、借家人の何がし氏は、我と我が命を絶った拳銃を握ったまま、全身明けに染まって落ち倒れていた。帽子57はかなり楽な暮らしをしていた人で、幸福であるために必要であるものはすべて備わっていたのである。何が死をしてかかる不幸な決意をなすに至らしめたのか、原因を全く不明である。何不足なく幸福に日を送っているこうした人々を買って、我と我が命をたたしめるのは、いかなる深刻なもの、いかなる精神的苦痛、はためには知れぬ失意、激しい苦悶がその動機となっての結果であろうか。こうした場合に世間ではよく恋愛関係の悲劇を探したり想像してみたりする。あるいはまたその自殺を何か金銭上の失敗の結果ではあるまいかと考えてみる。結局確かなところを突き止めることはできないので、そうした類の自殺者に対してはただ漠然と不思議なという言葉が使われるのだ。そうした動機もなく我と我が生命を絶った人間の一人が書き残していった手記がその男のテーブルの上に発見され、たまたま私の手に入った。最後の夜にその男が弾を込めたピストルを傍らに置いて書き残した手記である。私はこれを極めて興味あるものだと思う。絶望の果てに決行されるこうした行為の裏面に、世間の人が決まって探し求めるような大きな破綻は一つとして述べられていない。かえってこの手記は人生のささやかな悲惨事の緩慢な連続、希望というものの消え失せてしまった孤独な生活の最後に襲ってくる誤解をよく語っている。この手記は鋭い神経を持つ人や感じやすい者並みにわかるような悲惨な最後の理由を述べ尽くしているのである。以下、その手記である。夜も更けた。もう真夜中である。私はこの手記を書いてしまうと自殺をするのだ。なぜだ。私はその理由を書いてみようと思う。だが、私はこの育業家の手記を読む人々のために書いているのではない。ともすれば、弱くなりがちな自分の勇気をかきたて、今となっては、遅かれ早かれ決行しなければならないこの行為が、避けうるべくもないことを、我と我が心に説くと言って聞かせるために綴るのだ。私は素朴な両親に育てられた。彼らは何事によらず物事を信じきっていた。私もやはり両親のように物事を信じて疑わなかった。長い間、私は夢を見ていたのだ。夢が破れてしまったのは
晩年になってからのことに過ぎない。私にはこの数年来一つの現象が起きているのだ。かつて私の目にはあけぼのの光のように明るい輝きを放っていた人生の出来事が、昨今の私にはすべて色あせたものに見えるのである。物事の意味が私には告白な現象のままの姿で現れ出した。愛の何たるかを知ったことが私をして死のような愛情をさえ厭うようにしてしまった。我々人間はいわば後から後へ生まれてくる具にもつかない幻想に見せられて永久にそのなぶり物になっているのだ。ところで私は年を取ると物事の恐ろしい惨めさや努力などの何の役にも立たぬこと、期待のうつろなこと、そんなことはもう諦めてしまっていた。ところが今夜晩の食事を終わってからのことである。私にはすべてのものの藻の上に新たな一筋の光明が突如として現れてきたのだ。私はこれで元は快活な人間だったのである。何を見ても嬉しかった。道行く女の姿、街の眺め、自分の住んでいる場所、何から何まで私には嬉しくてたまらなかった。私はまた自分の身につける洋服の形にさえ興味を持っていた。だが年がら年中同じものを繰り返し見ていることが、ちょうど毎晩同じ劇場へ入って芝居を見る者に起きるように、私の心をとうとう倦怠と嫌悪の巣にしてしまった。私は30年、この方来る日も来る日も同じ時刻に不死道を這い出した。30年この方同じ料理屋へ行って同じ時刻に同じ料理を食った。ただ料理を運んでくるボーイが違っていただけである。私は気分を変えようとして旅に出たこともある。だが知らぬ他国にあって感じる孤独が恐怖の念を抱かせた。私には自分がこの地上にたった一人で生きているあまりにもちっぽけな存在だという気がした。で、私は早々とまた帰途に着くのだった。しかし帰ってくれば来るで30年この方同じ場所に置いてある家具のいつ見ても変わらぬ格好、新しかった頃から知っているフィジカケースの擦り切れた跡、自分の部屋の匂い。家というものには必ずその家独特の匂いがあるものだ。そうしたことが毎晩習慣というものに対して嘔吐を催させると同時に、こうして生きていくことに対して激しい憂鬱を感じさせたのである。何もかもが何の変哲もなく、ただ悲しく繰り返されるだけだった。家へ帰って錠前の穴に鍵を差し込む時のその差し込み方、自分がいつもマッチを探す場所、マッチの輪が燃える瞬間にちらっと部屋の中に放たれる最初の一別、そうしたことが
窓から一思いに飛び降りて、自分には逃れることのできない単調なこれらの出来事と手を切ってしまいたいと私に思わせた。私は毎日顔を反りながら我と我が陰行をかき切ってしまおうという聞き分けのない衝動を感じた。頬にシャボンの泡のついた見飽きた自分の顔が鏡に映っているのを見ていると、私は悲しくなって泣いたことが幾度となくある。私にはもう自分が昔好んであった人々のそばにいることさえできなくなってしまった。そうした人間を私はもう知り尽くしてしまったのである。会えば彼らが何を言い出すか、また自分が何と答えるか、私にはもうちゃんと分かっているのだ。私はそんなにまで彼らの変化に乏しい思考の型や論法の癖を知ってしまった。人間の脳などというものは誰の頭も同じで、締め込みを食った哀れな馬が永久にその中で駆け回っている丸い局馬状のようなものに過ぎない。我々人間がいかに悪せくしてみたところで、いかにぐるぐる回ってみたところで、すぐまた同じところへ来てしまう。いくら回ったって限りのない縁なのだ。そこには思いがけぬ枝道があるのでもなく、道への出口があるわけでもない。ただぐるぐる回っていなければならないのだ。同じ観念、同じ喜び、同じ快逆、同じ習慣、同じ信仰、同じ検体の上を開けてもくれても、ただくるくると。今夜は霧が深く立ち込めている。霧は並木路を包んでしまって、鋭い光を放っているガス灯がくすぶったろうそくのように見える。私の両の肩をいつもより重く押し付けているものがある。大方晩に食ったものがこなれてないのだろう。食ったものがよくこなれるということは、人間の生活のうちにあってはなかなか馬鹿にならないものなのだ。一切のことが消化によるとも言える。芸術家に創作的情熱を与えるのも消化である。若い男女に愛の欲望を与えるのも消化である。思想家に明徹な観念を与えるのも、すべての人間に生きる喜びを与えるのも、やはり消化である。食ったものがよくこなれれば、ものがたくさん食えもする。なんといってもこれが人間最大の幸福なのだ。病弱なイノフは人間を飼って懐疑思想に導く。無信仰に誘う。人間の心の中に暗い思想や死を願う気持ちを敗退させるものだ。私はそうした事実をこれまでに幾度となく認めてきた。今夜食べたものがよく消化していたら、私もおそらく自殺なんかしないで済んだろう。
私は30年、この方、毎日腰をかけてきた肘掛け椅子に腰を下ろしたときに、ふと自分の周りにあるものの上に目を投げた。と、私は気が狂ってしまうかと思ったほど激しい悲しみにとらわれてしまった。私は自分というものから逃れるためにはどうしたらいいかと考えてみた。何かものをすることは何もしずにいるということよりも一層嫌なことだと思われた。私はそこで自分の書いたものを整理しようと考えたのである。私は久しい前から机の引き出しを掃除しようと思っていたのだ。私は30年来同じ机の中へ手紙も勘定書もごたごたに放り込んでいたからだ。引き出しの中が手のつけようもないほどとっちらかっていると思うと、私は時折嫌な気持ちになることもあった。だが私は整頓するということを考えただけで精神的にも肉体的にも疲労を感じてしまうので、私にはこの忌まわしい仕事に手をつける勇気がなかったのである。今夜、私はデスクの前に腰をかけて引き出しを開けた。書いたものをあらまし引き裂いて捨ててしまおうとして、私は昔の文章をより分けにかかったのだった。私は引き出しを開けると、黄色く色の変わった紙片が渦高く積み上がっているのを見て、しばし途方に暮れたが、やがてその中から一枚の紙片を取り上げた。もしも諸君が性に執着があるならば、断じて机に手を触れたり、昔の手紙が入っているこの墓場に指も触れてはいけない。万が一にもたまたまその引き出しを開けるようなことをしてしまったら、中に入っている手紙をわしづかみにして、そこに書かれた文字が一つも目に入らぬように固く目を閉じることだ。忘れていた、しかも見覚えのある文字が諸君を一挙にして記憶の太陽に投げ込むことのないように、そしていつかは焼かるべきこの紙片を火の中に放り込んでしまうことだ。その紙片がすべて灰になってしまったら、さらにそれを目に見えぬように粉々にしてしまうことだ。しからざる時は諸君は取り返しのつかぬことになる。私が1時間ばかり前からにっちもさっちもあがきが取れなくなってしまったように。初めのうちに読み返したいくつかの手紙は、私には何の興味もないものだった。それにその手紙は比較的新しいもので、今でもちょいちょい会っているうつつに生きている人たちから来たものであった。またそんな人間の存在は私の心をほとんど動かさないのである。が、ふと手にした一枚の封筒が私をハッとさせた。封筒の上には大きな文字で太く私の名が書かれてある。それを見ていると、私の層の目に涙がいっ
い湧いてきた。その手紙は私の一番親しかった青年時代の友から来たものだった。彼は私が大いに期待をかけていた親友だった。優しい微笑みを面に耐え、私の方に手を差し伸べている彼の姿があまりにまざまざと目の前に現れたので、私は背中へ水でも浴びせられたようにそっとした。そうだ、死者は確かに帰ってくるものだ。現に私が彼の姿を見たのだから確かである。我々の記憶というものはこの世界などよりもはるかに完全な世界なのだ。記憶はすでに存在していないものに命を与えるのだ。私の手はわなわなと震えた。目は曇ってしまった。だが私は彼がその手紙の中で語っている一部始終を読み返した。私はむせび泣いている自分の哀れな心の中に痛い傷痕を感じて、我知らず手足を折られでもしたもののようにうめき声を放った。私はそこで川を人が遡るように自分の歩んできた一生をこうして逆にたどっていった。私は自分がその名さえ覚えていなかったほど久しい前から忘れてしまっていた人たちのことを思い出した。その人たちの面影だけが私の心の中に生きてきた。私は母から来た手紙の中に昔家で使っていた雇い人や私たちと住んでいた家の形や子供の頭について回るようなたわいもない小さなことを見出した。そうだ、私は突然母の古いお作りを思い出したのだった。すると母の面影は母親がその時々の流行を覆ってきていた着物や次から次へ変えた髪飾りに応じて変わった顔をして浮かんできた。特に昔流行った枝模様のついた絹の服を着た母の姿が私の脳裏をしきりに行ったり来たりした。と私はある日、母がその服を着てロベールやよござんすか、体をまっすぐにしてないと猫背になってしまって一生治りませんよと私に言っていたその言葉を思い出した。また別な引き出しをいきなり開けると、私は恋の思い出にばったりぶつかった。舞踏靴、破れたハンカチーフ、靴下の目、髪の毛、干からびた花、そんなものが急に思い出された。すると私の生涯の懐かしいいくつかの小説が私をいつ果てるとも知れぬものの言いようのない優秀の中に沈めてしまった。この小説中の女主人公たちは今でも生きていて、
もう髪は真っ白になっている。ほう、金色の髪の毛が縮れている若々しい額、優しく撫でる手、物言う瞳、鼓動する心臓、唇を約束する微笑み、母愛を約束する唇、そして最初の接吻、思わず目を閉じさせる。いつ終わるとも見えぬ長い長い接吻、あの接吻こそやがて女のすべてを我が物にする。限りない幸福に一切のものを忘れさせてしまうのだ。こうした遠く過ぎ去った古い愛の文を私は手にいっぱいつかみ、私はそれを愛撫した。そして思い出に今は物苦しくなった私の心の中に、私は捨てた時の女の姿を一人一人見たのである。と、私は地獄の話が書いてある物語で想像されるあらゆる苦痛よりはるかに苦しい気がした。最後に私の手には一通の手紙が残った。それは私の書いたもので、私が50年前に習字の先生の言葉を書き取ったものだ。僕の大好きなお母様、今日僕は7つになりました。7つというと、もういい子にならなくてはいけない年です。僕はこの年を、僕を産んでくださったお母様にお礼を言うために、お母様が誰よりも好きなお母様の子ロベール、手紙はこれだけだった。私はこれでもう川の源まで遡ってしまったのだ。私は突然自分の老い先の方を見ようとして振り返ってみた。私は醜い寂しい老年と間近に迫っている老衰と、そして全てはそれで終わりなのだ。それで何もかもが終わりなのだ。しかも私の身の回りには誰一人いない。私の拳銃はそこにテーブルの上に乗っている。私はその引き金を起こした。諸君は断じて古い手紙を読んではいけない。世間の人は大きな苦悶や悲哀を探し出そうとして自殺者の生涯をいたずらに詮索する。だが多くの人が自殺をするのは以上の手記にあるようなことによるのであろう。